ご視聴いただきありがとうございます。アズパンです。今回のテーマは腕時計が中心の生活についてです。前回は腕時計上がりの1本について話をさせていただきました。スカイドエラーが上がりの1本だと思ったにもかかわらず、同窓会をきっかけにクロノグラフが欲しくなった話をさせていただきました。時計好きには一生上がりの1本などないのかもしれません。それでは前回の続きです。私はブレゲのタイプ 20 を購入する気になっていましたが、もし購入できるのであればデイトナが欲しいという気持ちもありました。最近のロレックス人気を考えれば、訪問頻度が低い私が買える時計ではないとも理解していました。一方でおすすめの時計にデイトナの名前が出てきたことで可能性も感じていました。そこでワンチャンスにかけて早朝に正規店へ行きました。現状を店員さんに伝えてデイトナの在庫確認をしようと思った時に、少々お待ちくださいと声をかけられました。奥の部屋に行ってから数分後に戻ってこられて、本日は身分証明書をお持ちでしょうかと聞かれました。ちょっと緊張していたこともあるので、質問や行動については前後しているかもしれません。何かのモデルを提案された後ではなかったと思います。持っていた免許を手渡しました。この時点で何かのモデルを提案してもらえる可能性を感じていました。同時に指定モデルの制限があるかも確認されたのではないかと感じました。本日希望されるモデルはステンレスですか？コンビですか？と聞かれました。どのモデルかにもよりますが、デイトナを前提で考えることに決めました。もうここまで来たら希望モデルの設定があることを祈るしかありません。メンテナンスも考慮するのであれば、ステンレスの方が長期間維持しやすいと考えていますと答えました。ステンレスでもコンビでも10年はメンテナンス大丈夫なので、気にせずにご希望を教えてくださいねと返事をもらいました。さらに、ダイヤルの希望はありますかと聞かれたので、今持っている時計のラインナップとダイヤルカラーを伝えました。いろいろなシーンで使っていきたいので、被らない方がいいと思っていることも合わせて伝えました。ご予算や支払い方法で気になることはありませんかと聞かれたので、念のためスマホでカードの上限金額を確認して問題ないことを伝えました。ではこちらへどうぞと奥の個室に案内していただきました。個室で身分証明書についてはダブルチェックをしてもらったと思います。個室に通してもらってからの時間はすごく長く感じました。ドアのノック音が聞こえてきました。いつものようにトレイの上に布が置かれた状態で時計が運ばれてきました。どうぞご覧くださいと促されたのですが、そこに置かれている時計が何なのか見るのが怖い気持ちになりました。会話の中でコンビモデルの可能性もありました。ダイヤルカラーも具体的に決めて話をしていません。そもそもデイトナでないかもしれません。緊張のあまり開けてもいない状況で店員さんにこれ本物ですよねって聞いてしまったくらいです。見かねた店員さんが笑顔で、ではご覧くださいと開けた先にあったのが 126500LN デイトナの白文字盤です。しっかり5秒は固まりました。目の前にキラキラ光るデイトナ、本当にあるんだっていうのが最初に思った感想です。私が説明するまでもないのですが、今回提案いただいたのはステンレスのデイトナです。2023年に新作となったデイトナで、正面からわかる違いはセラクロムベゼルとインデックス、インダイヤルです。セラクロムベゼルは縁の部分がメタルになっていて、輪郭がはっきりしているように見えます。インデックスは細くなりました。今店頭でディスプレイされているタンポポのモチーフは 116500LN のインデックスだと思います。126500LN のインデックスは昔のデイトナダイヤルに近いデザインです。インダイヤルについてもインデックス同様に細くなっています。インダイヤルの黒い部分なのですが、細い溝が彫ってあるんです。実物を見て光り方が独特だったので凝視してしまいました。
横から見た姿も変わっていて、ラグのデザインがプロフェッショナルモデルに近いデザインになりました。以前のデイトナはクラシックモデルに近いデザインだったと思います。見た目だけでなく、ムーブメントも変更になったそうです。キャリバーが4130から4131に変更となりました。大きな違いはないそうですが、最先端の技術を取り入れていると教えてもらいました。デイトナについての説明を受けつつ、迷っている自分がいました。買わない理由なんてありません。何に迷っているのか考えた結果、思いついたのが、この時計を本当に着用するかです。もし保存用や鑑賞用で購入するのであれば、着用したい人が買える機会を奪ってしまうのではないかと思ってしまいました。1日に着用できるのは多くても2本です。5本も時計を持っている私がデイトナを使いこなせるのかちゃんと考えました。スカイドエラーをして知らない人に追いかけられた経験もしています。デイトナはさらに注目を浴びることでしょう。デイトナという存在に対して自分が釣り合っているのかも気になりました。今の自分を見つめ直しました。私の気持ちを察したのか、よくお似合いですよ、と声をかけていただきました。一番言われたい言葉だったかもしれません。デイトナ着用のお墨付きをいただいたような気がしました。その一言でデイトナを買う決断ができました。自分の殻を一枚破った感覚もありました。自分で考えている自分の限界を超えられた感覚でした。購入の意思を伝えると、ありがとうございます。それでは支払いの手続きを進めてまいります。と言われたので、クレジットでの支払いをお願いしました。一度部屋を出て行かれて、端末を用意していただきました。暗証番号を押して決済されるまでが時計の購入と思い、気は抜きませんでした。機械操作が終わって安心したところ、エラーが発生してしまいました。一括購入できるだけの枠はあったはずでした。店員さんが少々お待ちください、カードをお借りしますね、と部屋を出て行かれたのですが、気が気ではありません。何か不手際があったんだろうかと考え始めたのですが、思い当たらなかったので、再度携帯で残高を確認すると、残高がなぜか足りませんでした。びっくりして他のカードでの支払い準備も始めた時に店員さんが戻ってこられました。私がすいません、残高が足りていなかったかもしれません、別のカードでお願いしようかと思っていますと伝えると、あ、今支払い手続きしてきましたよと領収書を出してくれました。私が携帯で確認するまでの間に手続きが終わり、残高が減っていたようです。緊張していると何が起こるかわからないですよね。その後、コマ調整となりました。エクスプローラー2やサブマリーナはジャストサイズで調整していましたが、デイトナは少し余裕を持たせる調整が良いとのことです。調整を待っている間は、個室に置かれていた本を読んだり、新年の忙しさについて話をしました。試着をさせてもらうと、少し緩い感じでした。店員さんも、これだったらもう一コマ調整した方がいいですね、とアドバイスをしてもらいました。最後に、このまま着用して帰りますかと聞かれたので、せっかくなので家に帰って開封を楽しみますと伝え、放送していただきました。部屋を出る際に、今日はこちらで見送りをさせていただきますねと挨拶がありました。並ばれている方への配慮も大事だと感じました。緑の紙袋を持って帰ると、妻が驚いた顔をしていました。当たり前ですが、時計を見に行くとは言いましたが、買うとは言ってません。200万円以上する買い物を許可も取らずにしたのは初めてです。帰りの連絡もしていないくらいの衝撃でした。スカイドエラーを購入した後の気持ちは、達成感という表現が近いと思います。デイトナを購入した後の気持ちは浮遊感でしょうか。経験はありませんが、宝くじに当たったらこんな感じになるのかもしれません。家に帰ってすぐに開封し、本当にあるのか確認しました。なぜ私が変えたのかはいつもながらわかりません。部品不足が解消されて在庫が増えてきているのかもしれませんし、値上げ後で来店する方が減ったからかもしれません。私は可能性を伝えることしかできませんが、この経験を共有してみたいと思いました。
皆さんの時間をいただく中で参考になる話となれば嬉しいです。デイトナを機に私自身が新しいことにチャレンジすることができました。デイトナを購入して間もないですが、早くも次の時計を検討しています。目標があった方が日々の生活が充実していくと思います。次の候補についてはいろいろなブティックに行って相談しながら考えていきたいと思っています。ロレックスを中心にその時に欲しい時計を追いかけたいです。そして動画を見ていただいている皆様にも同じ感動をしてもらいたいです。先日デイトナを購入した店舗にお礼を言いに来ました。具体的に言うのは控えますが、私が購入後デイトナが何本販売されたのか聞くことができました。改めて自分が購入できた奇跡に驚きが隠せません。運も大きな要素になってくるかと思います。だからこそ自分の経験が参考になれば嬉しいです。毎年3月頃には新作の発表があり、廃盤も出てきます。値上げのタイミングも直前に連絡が来るので読めません。指定モデルは1年間の購入制限が必要になります。日々変わる状況に臨機応変に対応していかなければ購入は難しいかもしれません。変えるまでも変えた後も腕時計が中心の生活です。こんなに楽しい趣味はありません。ちなみに普通の会社員が何本も腕時計が買える資金をなぜ持っているのか不思議に思っている方もいるのではないでしょうか。ちょっと時計の話からそれるのですが、今後は時計の話題の合間に腕時計の資金のため方についても動画を作ってみたいと考えています。日本は負の20年間を経験しました。直近でやっと日経平均が過去最高を更新したばかりです。普通の会社員は厳しい環境の中を漂ってきました。資金の作り方も人それぞれで正解も成功もありませんが、私の経験が伝えられたらいいなと思っています。すぐに成果が出るような秘策を教えることはできませんが、一歩一歩目標に近づける知識をお伝えできればと思っています。今後もアズパンにお付き合いいただける方はぜひチャンネル登録をお願いします。皆さんが欲しい時計に出会えることを願っています。